皆さんこんにちは。研究者元気です。今回の研究で使う Python では、遺伝的アルゴリズム GA について、この関数の最大値を見つけるっていう簡単な例を使って解説したいと思います。で、今日はアルゴリズム編ということで、GA の計算のやり方を説明しますが、次回の動画でプログラム編ということで、実際にプログラムを詳しく説明したいと思います。じゃあ早速始めていきましょう。遺伝的アルゴリズムとは何かということから説明していくんですけど、遺伝的アルゴリズム、英語で言うとジェネティックアルゴリズムで、この頭文字を取って GA ですね。で、これが何かっていうのを一言で言うと、最適化問題を解くために、生物の進化の仕組みを利用したアルゴリズムのことです。この最適化問題を解くためにっていうのはカッコでつけたんですが、別にこの問題だけに限らなくてもっと広く一般に使えますけど、工学的にはこれつけた方が分かりやすいので、工学的な最適化問題があったとして、それを解くために生物の進化の仕組みを利用しているアルゴリズムだということですね。で、どういうことかなんですけども、その生物の進化とはまずここ何かっていうことなんですが、進化っていうのは狭い意味で言うと、この世代を経るにつれて集団中の遺伝子の頻度が変化することですね。で、この例でいくと、最初初期世代から始まって赤い個体と青い個体がいるんだけど、赤い個体の方が環境に適応しているので、次の世代では、赤い個体の方がより生き残って、さらに次の世代でより多くの子供を残してっていうので、集団中の赤い個体の割合が増えます。で、またこの段階でも赤い個体の方が環境に適応しているので、次の世代ではまた赤い個体の割合が増えていくということで、正確に言うと赤い個体を生み出す遺伝子が増えていって集団値を占めるっていう、このプロセスのことが進化ですけども、なので、今言ったことをまとめると、環境に適応した個体、この例で言うと赤い個体が世代を経るにつれて集団を占めていくということで、この適応した個体が残っていくっていう仕組みを使ったのが GA で、それ、ちょっと今の生物的な例じゃなくて、これを工学的に例えば言うとすれば、この個体一つ一つが何かの問題に対する一個一つ一つの解だと考えます。で、その一つ一つの解について、ある最適化問題を考えたとすると、その中で評価関数っていうのが決まるので、その評価関数に対して高い値を取る。言い方変えると適応度が高い個体が、次の世代では、その解の候補としていっぱい残ると。これをずっと繰り返していくと、いい解だけになっていくということで、突然変異とか交差とかもあるので、既存にない解も突然変異とかで新しく、この絵には現れてませんけど、新しい解として生み出されていって、集団全体がそのより良い解に、最初、初期集団は、ランダムに作ってますけど、より良い解の候補ばかりになっていくっていうプロセスが GA っていうことですね。じゃあ GA の仕組みについて絵で説明していきたいと思うんですけど、まず GA で扱う情報っていうのは、この遺伝子型と表現型の情報だと。遺伝子っていうのを定義して、遺伝子は設計図、個体の設計図ですけど、それが発現して個体になると。で、個体は、ある環境に住んでて、その環境に適応している度合いによって、この適応度っていうのが決まると。適合度と言ったりされる場合もあるんですけど、英語で言うとフィットネスですね。それが決まると。で、この扱う情報はこれで、GA の基本的な仕組みとしては、これをずっと繰り返してって、いい解ばっかりになっていくっていうことなんですけど、基本的な仕組みとしては、これが一つ一つが今、絵で三角とか丸とかで四角で表しているのが個体ですね。で、ある世代 t での個体群を考えます。で、それぞれに対して適応度が決まると。環境に適応しているやつは適応度が高くて、そうじゃないやつは適応度が低いと。で、繁殖するときにやっぱり適応度が高いやつが多く残るというのですけど、この繁殖するときに、このまま適応度が高いやつが次の世代 t プラス1で、こいつの割合が増える、単純に増えるだけじゃなくって、
ここで交差とか突然変異とか書いてるように、新しい個体も生まれると。ここにないような個体も、こういう遺伝的オペレーターって後で言いますけど、こういうのによって生まれると。例えば、丸と三角の個体が遺伝子を組み換えて、こういう新しい個体が生まれたりとか、三角の個体の遺伝子が一部変化して、突然変異、それが突然変異ですけど、また別の個体になるというので、新しい個体も生まれつつ、適応度が高いやつの割合、ここで言うと 0.9 ってやつの割合が次の世代では増えていくと。で、またその次の世代行って、また次の世代行ってっていう中で、適応度が高いやつがどんどん集団値を占めていくっていうのが GA の仕組みです。じゃあ GA のシミュレーションの流れについて、フローチャートとこの図で見ていくんですけど、最初スタートをして、で、初期化ということで、初期集団を普通はランダムに生成します。乱数使って遺伝子とかをランダムに決めてあげて、最初の集団をランダムに生成してあげると。あとはこれをずっと繰り返すわけなんですけど、ここの時点で評価されると。評価されるというのは、ここの時点で各個体について適応度が決まると。環境に適応しているやつの適応度が高いと。ある問題があったときに、それで評価関数があるんだけど、その評価関数に対して、この適応度が決まると。で、次に選択と呼ばれるプロセスで、この中からいいやつを選ぶって、いいやつを選んで次の世代に残るんですけど、それを選択と言います。で、適応度に応じて個体を選択ということで、高いやつが基本的に選ばれやすくなるようにします。で、この選択の仕方については、ルーレット選択とかトーナメント選択とかエリート選択とか、いろいろありますが、いずれにしろ適応度が高いやつが残るような仕組みになっているというので、これで残るんですが、残ってこいつ適応度高いやつが次の世代でまた子供を産むときに、そのまま残る場合もあるし、ここで遺伝的オペレーターってさっき言ったように、ちょっと遺伝子が変わったやつが出てきて、つまり新しい解が生成されて、そいつがこのように変化して、次の世代では、次の世代の、集団の中の個体となることもあるということで、このプロセスをずっと繰り返すっていうのが GA です。で、こういうフローチャートになってます。で、さっきのこの図が実際具体的にプログラムを組むときにどういうふうに考えるかっていうことと、さっき出てきたこの交差と突然変異っていう遺伝的オペレーターについてですね、それをちょっと説明したいと思うんですけど、こういう、生物だと DNA とかですね、この遺伝子型がこのコンピューター上のプログラムでは GA の中では遺伝子はどう表されるかっていうので、例えばですけど二進数として表せばいいです。別にこの01の二進数じゃなくても実数値で扱われる場合もありますが、簡単に GA 組むとすればこういう二進数でこの一つ一つが遺伝子ということですね。で、表すことができます。で、これを遺伝子と考えると。で、これがこれに対応するものですね。で、ここから発現して個体になるわけですけど、ここでは例えば、次の例で示すように関数の最大値を見つけたいという問題を考えるので、これを10進数に変換して、この2進数10進数に変換すると395になると思うんですけど、それをそのこれ全部1の時の最大値の1023で割ったものをこの個体とみなすと。ただの数値なんですけど、これがこれに対応してて、こっちはこの個体に対応していると。でいうので、遺伝子型と表現型っていう GA で扱う情報が決まります。で、それであとはこれを繰り返すだけなんですけど、さっき言ったようにこの交差と突然変異っていうのはどういう具体的なプロセスかっていうと、突然変異っていうのは遺伝子の一部が変わることなので、例えばここの1だったものが0に変化したと。で、それを突然変異と呼びます。遺伝子の一部が変わることですね。で、この場合は0と1しかないので、値が反転するということですね。で、交差っていうのは2つの個体取ってきて、その遺伝子をこのように組み替えるっていうことで、2個体取ってきて2個体生まれるんだけど、この上の方の左の遺伝子と下の方の右の遺伝子が組み合わさって新しい個体になってて、下の方は、下の方の左の遺伝子と上の方の右の遺伝子が組み替えられて、こういう個体、新しい個体ができると。こういうのを交差と。こういうのが交差と呼ばれます。で、これが、遺伝的オペレーターというものです。
じゃあ実際に具体的な問題を、GA 使って解くということを考えたいんですけど、具体的な問題としては、とても簡単なこの関数のこの最大値を見つけるっていうことを GA に解いてもらうということを考えます。で、この関数、このグラフは y イコール x2 乗で、x の範囲が0から1で、この中の最大値を探すっていうことなんですけど、人が見たら答えは一目瞭然で、ここの x イコール1の時が最大値となりますが、これを GA に見つけてもらうっていうことですね。この赤い点一つ一つが GA での答えで、これ世代がどんどん進んでいきますが、最初0世代ではバラバラなんですけど、どんどん右に寄っていって、ここの答えを見つけてるっていうのがアニメーションで表されています。で、実際具体的に動いているプロセスとしては、先ほど説明したこのフローチャートに従って、Python のプログラムが動いてるんですけど、最初、初期化として初期集団をランダムに生成します。今ここ10個体いると思うんですけど、10個体各個体の遺伝子を0か1かランダムに設定してあげて、っていうのがここで表されているのが個体の遺伝子です。で、10個体いるんで10個あると思います。で、世代が0から始まって、これ最初はバラバラっていう状態からスタートで、これを受信数に変換して、最大値、ここ全部1の時の値で割ったのが、答えの表現型ですが、それはここに現れてないんですけど、ここの右の列で現れているのは、その各個体の、評価値です。適応度ってことですね。で、0ばっかりだと、評価値っていうのはその X 表現型の値をただ単に2乗したものを評価値として扱ってますが、この0が多いと、例えば全部0だと、0を2乗して0なので、その評価値は0となります。で、全部1だと、ここが全部1だと、答えの表現型も、1になって、その場合1の2乗ということで適応度が最大の1になると。なので、ここ1が多いと適応度高くなって、さらにその中でも、全部1が一番いいんですけど、より左に1が多いと、値が高くなるので、そういうやつの適応度が高くなるということで、最初バラバラなので、適応度もバラバラなんですけど、こういうプロセスを繰り返して、例えばこの適応度計算というのがここで終わってますね。で、この中からいいやつを選ぶと。で、いいやつを選んで残すんだけど、今回のプログラムでは、とりあえずトーナメント選択を使ってるので、ここから適当に2個選んできて、適応度が高い方の個体を選んで子供を残すってやつをやってあげてます。で、さらにそこで今回はちょっと交差入れてなくて、さっき言った遺伝子が値が0から1、または1から0に変化するっていう突然変異だけ入れてるんですけど、それでこの遺伝子の値が変わり得て、でそれをずっと繰り返して0世代から始まって99世代まで行くと、このようにして全部が1になるような最適なこれ最適解ですね。そういうのが見つかってると。で、全部1になってるんじゃなくて、これたまに0が混じってますけど、これ突然変異で、最適解が見つかっても、ここはまたある確率で変わったりするので、全部が全部最適解になるわけではないんですけど、このようにして最適解が見つかっているっていう様子が、これを繰り返したら、出てきてる。GA によってこれを最大値を見つけるっていうことができてるなっていうことがわかります。じゃあ一応このシミュレーションのデモだけ次でお見せしたいと思います。じゃあ GA のプログラムちょっと動かしてみたいと思うんですけど、これプログラム書いてるので、これ実行して、実行例で動かすとどうなるかっていうことで、最初0世代から始まって、遺伝子はランダムに0、1が生成されてて、それに各個体について適応度が決まってて、最初はあんまり良くないんだけど、世代をどんどん減るにつれて、値がどんどん1が増えてって、つまり最大値に近い個体がどんどん出てきて、途中で全部が1の個体も見つかってると思うんですけど、それが突然変異で壊れたりもするので、全部が全部1になるっていうことはあんまりなくって、ここでせっかく1が出てきたのに、またその値が崩れちゃうということも起きてますね。この辺で1が出てきてますが、突然変異によって遺伝子が0に反転したりするので、結局、最後は、この例では、最後1出てきてませんが、別のこれ乱数使ってるので、毎回実行結果が変わって、
1が出てくる場合もあるということで、こうやって GA が関数の最大値を見つける様子っていうのをお見せしました。で、このプログラムの詳しい説明については次回の動画でやりたいと思います。はい、じゃあ今回の話のまとめなんですけど、今回は遺伝的アルゴリズム GA を紹介ということで、そのアルゴリズム編ということで、GA の計算のやり方ですね。それについて、この関数の最大値を見つけるっていう問題を例に説明をしてみました。で、次回は実際にプログラムを作ってみるというか、プログラムの詳しい説明を行いたいと思いますので、GA のプログラムに興味のある方は次回の動画もぜひ見ていただければと思います。はい。もし今回の内容が良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。感想やコメントなどもいただけると励みになります。では今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。